で、ちょっとね、次はさ、あんまり仕事と関係ない、質問なんだけれど、ミークめちゃくちゃ日本語上手なんだけれど、日本語ってさ、どうやって勉強した？まずちょっとね、日本語の勉強の仕方で、日本語の勉強をし始めた頃ってどうやって勉強したか、教えてもらえない？そうですね。先ほど言ったインプットがないとアウトプット当然ないから、勉強しないと喋れないじゃないですか。言葉をいっぱい覚えないと喋れないから。自分が日本に来たばかりの頃、日本語学校にいたんです。1年間ぐらい。なるほど。で、その時に、日本学校は月から金、毎日、普通の学校みたいに行ったんですけど、日本語だけではなくて、日本の文化とか、あと、他に科目はあって、英語とか、数学とか、科学とか、物理っていうのがあったから、そういったのを日本語で勉強したけど、正直、個人的には、他の人よりどういった勉強してたのかってわかんないんですけど、でも僕は、あの時はもうすごく日本語を喋りたくて、すごく興味があって、日本人が日本語を喋った時にすごくなんか、喋りたいなとか、あの人みたいに喋りたいなとか。今ももっと日本語を、なんていうかね、もっと綺麗な日本語を喋りたいっていう気持ちがまだあるんですよね。正直に言うと。やっぱり学校とか行って家に戻って勉強するとか。例えば学校行って帰りにスターバックカフェとかに寄って勉強するとか、マクドナルドに寄って勉強して帰るとか。そういう、もうカメルーンからもう勉強が好きだったから、毎日勉強すると。夜と朝勉強する。朝起きて勉強する。そういう復習と予習みたいなのをやって、少しでも、そうですね、自分のレベルを考えて、レベルアップを目指して勉強してたんですよ、その時は。じゃあ、1年間、もう、本当に、なんていうのかな、なんかインテンシブというか、そんな感じ。そうですね、本当に、もう漢字とか、例えば、漢字は毎日8個勉強しちゃった。なるほど。数を決めて毎日覚えてたんだ。そう、1週間40でしょ。1週間で40勉強しちゃって、で、1ヶ月に200ぐらい。で、1年間は、1000何本。1ヶ月で200が1200ぐらいかな。っていうのがあったから、もう日常生活ぐらいの感じ全部触れるんですね。あとは自分がどれだけ吸収できるか、どれだけ覚えるかっていうのがすごく大きな、ポイントにはなると思うんですけど、そんなペースですごくなんかサバイバル的な感じだったんで、僕ら日本学校の後にすぐ商専とか高等専門学校に行くから、高等専門学校で勉強できるようなツールとか、勉強できるような、なんていうかね、レベルまで持っていかないといけなかったし、もちろん当然できることなんですね。勉強というのが。モチベーションがすごく高かったし、もっと日本人と話したい、日本人とコミュニケーションが取りたいとか、日本語でね。っていうのがあったから、すごい真面目に、僕らの時は、すごくみんなね、真面目に勉強しておったんですよ。で、もう1年間卒業した時に、すごくみんな日本語喋ってたんですよ。1年間だけで。もちろんその周りがみんな日本人だったし、周りも日本語だし、もちろんその環境はすぐ覚えるような環境だったから、1年間で覚えるのは多分当たり前のことだと思うけどな、自分は思う。そうなんだ。すごいね。そうなんだ。1日8個、1年間にね。違う、2400だね、1日8個。1日8個だと1ヶ月で200ぐらいだもんね。1週間40だから。っていうことは1年間は2400ぐらいだね。2500。2400、それぐらいですね。すごい数だね。ちなみにね、ちょっとね、これは予定してなかった質問なんだけれど、ミークが言ってたその日本語学校の学生って、どこの国の人が多かった？どんな国から来てた人が多かった？多分中国かな。中国多いんだ。多かった。その次が多分インドネシア。インドネシア？そうなんだ。インドネシアも多かったよな。インドネシアも多かった。インドネシアと中国も多かった。
そうなんだ。まあ、中国の人たちは多いのはなんとなく想像できるけど、インドネシアの人たちが多いってのはびっくりだね。多かったよね。驚いた。多かったね。そのインドネシアの人たちに、どうしてみんなはその日本語を勉強してるかって聞いたことある？もちろん同じ奨学金、同じプログラムで来てたんでしょ。同じ文部省からの奨学金もらってきてたんです。そういうことなんだ。ああ、なるほど、なるほど。そうそうそう。でね、ちょっと、あと2つ質問があるんだけれど、日本とさ、日本、まあ、国自体だね、日本っていう国と、あと、もしくは日本人、まあ、人だよね、に関して、良いと感じることで、まだ話してないことがあったら、何か教えてもらえる？食べ物。食べ物。はい。食べるのが好きだから。日本食は好きなんだ。食べ物が美味しい。大好きと。健康的ね。そうです、健康的。なるほど。ちなみになんかそうだ、せっかく食べ物の話が出たからさ、食べ物の話が出たからちょっと聞きたいんだけど、ミークが好きな、なんか日本の食べ物を教えてもらえない？どんなものが好きなの？まあ、いろいろな種類あるけどさ。全部好き。ラーメンとか寿司とか、ラーメン、寿司、うどん、全部好き。そうなんだ。結構食べに行ったりする？いろんなお店に。そうですね。そうなんだ。そうなんだ。ラーメンとか。また自分の好きなラーメン屋さん多いんですよ。東京に。また食べに行こう、今度。そうなんだ。ちょっと辛いけど美味しい。そっか。僕も知らないから、じゃあ今度は東京に。神田駅の近くにある。神田駅。神田駅。東京の、あそこら辺。そう、あそこ。まだ。なるほど。そうなんか美味しい、めっちゃ美味しいラーメン屋さん多いんですよ。そうなんだ。めっちゃ美味しい。本当に食べたらもうすごい。開拓してるね、開拓。わかる？開拓してるって、ラーメン屋開拓してるね。エクスプロー。はい。そうか、なんか日本人みたいな、日本人でもね、ラーメンが大好きで、いろんなラーメン屋をね、回って、巡って、食べてる人いるけれどね。もしかしてさ、ラーメンのインスタグラムとか持ってる？ラーメンのブログとかある？まだ持ってる。そういうのは作ってないんだ。分かった。結構ね、日本人のね、ラーメンを大好きな人たち、いろんなラーメン屋に行って、そこのラーメンの多分ね、写真とか撮って、ラーメンページみたいなの作ったりしてる人たちって結構いるんだよね。なんかそういうことやってるのかなと思ったけど、まあそうではないんだね。まあいいや。あと最後の質問なんだけれど、ちょっとね、一般的に日本とかさ、日本人に関して、日本人はこうだけれど、こんな風に、変わってもらえたら、なんていうのかな、嬉しいなと思うようなこととかって何かある？もっともっと外国人を取り入れるべきだと思います。なるほどね。なるほど。結構そうだ、強いリクエストがあるわけだね。そうだよね。確かに今日本はね、もっともっとね。日本の社会は確かに外国人の人たちがの割合がすごく少ないよね。少ないな。そうだよね。もっと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 。入れてほしいってことだね。なるほどね。日本をカラフルにしたいとダメです。日本をカラフルにしないとダメなんです。ごめん、何？日本をカラフルってわかる？カラフルね。カラフルにしないとダメ。なるほどね。まあ、要はダイバーシティをね、もうちょっと。そうですね。そう。ちなみにさ、なんていうのかな、ちょっと変な質問になっちゃうかもしれない。なんでそうしたらいいと思う？なんでそうしてほしいと思う？ミーク、個人的に。そうした方が、なんていうかね、そのダイバーシティした方が、なんか日本人も、すごい、たくさんの国からの、たくさんの人と関わりができるから、すごい、なんか、新たな、なんていうかね、扉が開くんじゃないかなと私は思う。日本人の考えもそうですし、日本人のメンタリティもね、
そうですし、僕らのメンタリティとか日本のメンタリティが違うから、そういった人から何かをもらうとか、プラスアルファで何かをもらうとかっていうのができるから、例えば、そうですね。よく、例えばフランスとか見たらわかると思うけど、フランスとか。フランスの、ワールドカップを見たんですよ。フランスが勝った。フランスが。すごくなんか、アフリカとかいろんな国からフランスで生まれた人がすごい、ワールドカップで頑張ってフランスが優勝して、もちろんあの人たちはフランスやけど、そういった、こう、なんか、自分の国も、そういうアフリカでもそうですし、他の国の人もそうですし、日本でこう生活して、また日本の何かの、力にもなるか。フランスみたいに、アフリカから行った人がすごくフランスの力にもなってるから、それもできたらいいんじゃないかなと思うけどね。なるほどね。確かに当然といえばもう当然の意見だね。なるほどね。なんだろう、日本人とだけ、付き合ってコミュニケーションしてると、自分が認められる物事っていうのはこれだけだと、例えばこれだけの幅だとしたら、いろんな国の人とコミュニケーションをとって、いろんな考え方とか価値観とかを学ぶと、もっともっとね、自分がね、受け入れられる物事の範囲っていうのが確実に広がってくると思うし、自分の中で考えられることも確実にね広がってくるよね。すごい価値があると思う。いろんな人からいろんな価値観、ものの考え方、ね。まあちょっとねそれで、今日のね仕事に関するインタビューもちょっとこれで終わりだけれど、どうもいろいろとたくさんの時間使ってくれて、インタビューに今日はね、参加してくれてどうもありがとう。ありがとうございます。